人類はこれまでにおよそ25万年もの歴史を歩んできた。しかし、その歴史のうち独立すべきはわずかこの4000年に過ぎない。我々は25万年にわたって何をしていたのか。そのほとんどを理解の外にあるものを恐れて、洞窟の中で小さな焚き火を囲み、身を寄せ合って過ごしていたのだ。太陽が昇る理由の道よりも、人痘を持つ巨鳥や生命を宿す岩岩の神秘こそが恐るべき利害のものであった。そして、我々はそれらを神と、あるいは悪魔と呼び、許しを請い、救済の祈りを捧げた。時は流れ、それらは次第に衰え、我々の数は多くに増えた。恐れる者は数を減らし、世界はより理にかなったものへとなり始めた。しかしそれでも、不可解なるものは決して消え去りはしなかった。まるで、世界が不条理と不可能を必要としているかのように。人類は、恐怖から見え隠れていた時代に逆戻りしてはならない。他に我々を守る者はいない。我々自身が立ち上がらなければならないのだ。人類が健全で正常な世界で生きていけるように、他の人類が光の中で暮らす間、我々は暗闇の中に立ち、それと戦い、封じ込め、人々の目から遠ざけなければならない。確保、収容、保護。どっちかというと、収容される側の VTuber。普段脱いだよ。先日、ミスティ IO にて、1対1パパから、こんなダイレクトメールが送られてきました。STP-TCT-JPJ って何？その謎を解明するため、我々は Amazon のボッチではなく、ググります。アイテム番号 STP-TCG-JPJ オブジェクトクラス10円特別重要プロトコル STP-TCG-JPJ メロがリスクリスはリスク特にはリスクマン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 
ルールブックがあるんだ。見てみよう。どうしろと。お困りのようね。その声は私がルールを教えるから相手しなさい。それはありがとうございます。もし負けたら不思議な力でカードにされるわ。誘っといてなんだけど、そのデッキどっから湧いてきたのかしら。なんか気づいたらありました。まあよくあることよ。まず配置ね。ここがサンドボックス。セーフ。ユークリッド、ケテル、各オブジェクトクラスのオブジェクトを置いておくところよ。人事カードはここ。人事ファイルにこのカードはあなたの相方とフォントノーシは言っていたわ。テイル、インシデント置き場はここよ。
できました。祭壇は異常なオブジェクトを収容する組織だけど、この世界では何かあって、そういうオブジェクトを使ってでも平長地を滅ぼさなきゃいけなくなったとオーントノーシは言ってたわ。タイガさん激怒案件です。説明する都合があるから私が先行でいいわね。セーフサンドボックスから確保力がゼロでないオブジェクトを1枚選んで自分の場サイトに裏向きで出す。このゲームではこの出すことを収容違反するというわ。はい。じゃあ始めるわ。人事とパートナーオブジェクトをもてに。自分のターンでできることは効果の発言とサンドボックスへの攻撃、クロステストよ。テイルカード、これはオブジェクトがまだ一体もクロステストしてない時に発言できるわ。私はテイルを発言。自分サンドボックスを一つ選び、その一番上の収容違反するわ。ユークリッドから SCP-184 建築家を収容違反。私はそうした。あなたもそうせよ。じゃあケテルで SCP-1561 多くの過去付きを収容違反。この効果で収容違反したオブジェクトはこのターンが終わるまでクロステストと効果の発言はできないわ。そしてクロステストは最初のターンにはできないわ。ターンエンドよ。僕のターン SCP-242JP でユークリッドにクロステスト。もう一つ多くの過去付きでもクロステスト。インシデントスザクシムムンデを発言。お互いのサンドボックスから一つを選んでクロステスト先をそれにする。あなたのユークリッドにするわ。インシデント、何らかのタイミングで効果を発言するカードよ。なるほど。あなたのターンはこれで終わり？うん。私のターン、建築家の効果を発言するわ。装築カウンターを00101に乗せる。その個数分確保力も上がる。あ、これこれでセーフにクロステスト。 SCP-2737 一匹の死んだ休めうなぎ。カードの左上に書いてある数字はコスト。そっちのコストの合計は5だけど、これが7以上になった時あなたは負けるわ。これで終わりよ。建築家でユークリッドにクロステスト。 SCP-242JP の効果、建築家のコスト分のダメージを建築家と同じオブジェクトクラスのサンドボックスに与える。でもその効果はクロステスト自体には影響を与えないわ。 SCP-2737 の効果、ターン終了まで確保力を1下げ、クロステスト先をさっきと同じセーフに。持ちこたえたわね。ターンエンドよ。 SCP-2737 の確保力が戻って僕のターン、オープンの過去付けでユークリッドにクロステスト。収容違反ね。 SCP-176 観測可能なタイムループ。 SCP-242JP でセーフにクロステスト。さらに SCP-2737 でも収容違反 SCP-00106。 ターンエンド。この時インシデント P=019 年3月5日を発言。自分サイトのミーム汚染やミーム文字をデコミッションに送る。戦力は減るけど敗北からは遠ざかったわね。ああ、パートナーオブジェクトはサイトを離れないわよ。じゃあこっちも SCP-176 の効果で SCP-176 を終了させてもらうわ。私のターン、建築家の効果で SCP-106 に増築カウンターを置くわ。全部ケテルにクロステストするわ。建築家のクロステストで SCP-242JP の効果を発言。収容違反したのは SCP-444JP。
なんでそんなん持ってんのよ。まあいいわ。次で決着はつく。ハイエンドロ僕のターン。黄色の鳥で、ユークリッドにクロステスト。SCP-579JP コロポック類よ。おっと。ゼロ。残念だったわね。SCP-242JP で、ユークリッドにクロステスト。ターンエンド。黄色の鳥の効果でダメージはおそらく跳ね返る。でも1ターンに1度しかできない。数を揃えている以上勝てるわ。私のターン。建築家の効果で SCP-00101 の確保力を上げるわ。これでケテルにクロステスト。黄色の鳥の効果のコスト分確保力を上げることで、そのクロス続きをあなたのユークリッドに。やったわね。収容違反。 SCP-275JP 無邪気とは核も残酷である。オブジェクトに収容違反した時、自分サイトのオブジェクトを1つ選び確保力をプラス3する。プラス 3？ コロポックルの確保力をプラス3。コロポックルでユークリッドにクロステスト。収容違反。SCP-1991JP モールのドアナ。建築家で政府にクロステスト。モールのスターナの子、確保力を引き下げ、発言、サイクロン。そのプロセスだけを、その目に対応したものに作る。2だから、ケテルに。でも、後のクロステストは防げない。SCP-1275JP って政府にクロステスト。モールのストアナの効果、発言。それはもう発言したでしょ。1対1とは書いてない。何？なら、ユークリッドに。耐えるわね。見ての通り私のデッキはビートダウン。あなたのクロステストを防ぐ術はもうないわ。次のクロステストは勝負の分水嶺。まさに運命のダイスロールね。 SCP-00106 って政府にクロステスト。モールのストアナの効果、発言。耐え切ったわね。ハイエンドよ。僕のターン。黄色の鳥で、政府にクロステスト。コストが7になり世界は破壊される。 XK クラス世界終焉シナリオ。私の負けよ。というわけで私はカードにされるわ。そんな。トークンなの？そうそう。喋れるの？ SCP-TCG-JPJ は今年で10周年よ。そうなの？それで僕がアンバサダーに？とはいえ何の計画も立っていないけどね。多分購買部番の方も何もしてない。その購買版。こういう感じよ。おそれじゃあ今回はこの辺で。おつむい。それ僕の。